私の名前はあゆみ。夫のりょうたと結婚してから2年が経ちます。私たちの出会いは保育士資格の試験の会場。試験当日、偶然席が隣だったのです。それがきっかけで私たちは少し話したのでした。そして無事試験を通過した私は保育園での勤務が決まり、初めての仕事の日。やっぱりいざ働くとなると緊張するわね。確かに勉強はしてきたけれど、実際は不安しかないわ。モンスターペアレントとかいたらどうしよう。考えても仕方のないことばかり頭に浮かんでいた通勤電車。到着して一通り挨拶を済ませた私は、ドキドキしながら朝の会に出ていました。いよいよ子供たちと対面するのです。そういえばもう一人新しい先生が入るって聞いたけれど、まだ顔を合わせていないわね。同期だし仲良くしなくっちゃね。でもどんな人なのかしら。おはようございます。突然声をかけられ、私は少し驚きながら、おはようございますって、あ、もしかしてこの間のお互い試験に受かったんですね。おめでとうございます。しかも同じ保育園で働くことになるなんて。これからよろしくお願いします。偶然にもこのような形で私たちは再会を果たしたのでした。あゆみ先生は本当に勉強熱心ですよね。いや、そんなことないんですよ。なんか現場に立つようになってから自分の力不足を痛感していて、早く一人前にならなきゃと思って。それは僕も同じです。それにそういう人のことを努力家って言うんですよ。一緒に頑張りましょう。私たちはたびたび勉強会などに一緒に参加することがありました。そのうちプライベートの話もするようになり、そうだ、今度新しくできたカフェに行ってみませんか？本もたくさんあるみたいですよ。あゆみ先生、本が好きでしたよね。はい、そうなんです。ぜひご一緒させてください。休日に2人で出かけることもありました。私たちは次第に惹かれ合い、1年後には付き合うことに。そしてさらに半年後、結婚することになったのです。明日から新しい縁ね。少し寂しい気持ちもあるけど、気持ちを新たに頑張らなきゃ。2人で話し合い、私は今まで勤めていた園とは違うところに勤めることになりました。子どもたちや保護者、それから先生たちにいろいろと探りを入れられるのが嫌だったからです。明日は引っ越しだね。実家を離れるなんてなんだか少し寂しいような。でも2人で暮らせるから楽しみの方が多いけどね。そうね。私も実家を出たことが今までなかったからなんだか変な感じ。荷物もたくさんになっちゃった。こうして私たちは結婚を機に2人暮らしを始めたのですが、お互いの実家が近かったこともあり、家族が遊びに来ることも多くありました。あゆみ、今週の土日に母さんが遊びに来たいって言ってるんだけどどうかな？もし予定なかったら一緒に外食にでも行かないか？ええ、空いているわ。お母さんが来るなら少し家を片付けておかないとね。義母は現在2人の義士と一緒に暮らしています。まだ若い頃に義父の浮気が原因で離婚してから、義母は女手一つで3人の子供たちを育て上げたようで、結婚前の挨拶でその話を聞いた時には、本当にすごいなと尊敬の気持ちでいっぱいでした。しかし結婚してからの義母はというと、あゆみさん、あなた家の掃除もできないの？子供もいないのにこんなのあんまりだわ。私なんてね、ちゃんと毎日部屋のお掃除もして庭の手入れもしていたのよ。ご飯だって外食なんてせずちゃんと毎日作ったわ。自分と私のことを比べて小言を言う、いわゆる嫁いびり姑だったのです。すみません、少し仕事が忙しくて。仕事？そんなの両立して当たり前でしょ。私は働きながら子供3人を養ったのよ。そうだわ。いつになったら孫の顔が見られるのかしら。私はもう老い先短いのよ。はい。
義母は確かに仕事もバリバリできるキャリアウーマンだったようで、保険の営業マンとして長年活躍してきたとのこと。そうよね。私なんてまだまだだわ。きっとお母さん自分にも厳しい人なんだろうな。いつか認めてもらえるようにもっと頑張らなくっちゃ。ポジティブに考えるよう努力をしていましたが、実際はそんなすごい人に言われると言い返せるわけもなく、私は我慢していました。今回はいつもより気合を入れて掃除して義母が来るのを待つことに。しばらくしてチャイムが鳴り、こんにちは、あゆみさん。お邪魔するわね。はい、どうぞ。そして義母はリビングのドアの前で立ち止まり、周りを見回してから私に言いました。私が来るから掃除しましたって感じかしら。いつもちゃんとやってないんでしょう。息子から聞いたわ。亮太さんが？それから義母はスタスタと部屋へ入っていきました。亮太、私のことそんな風にお母さんに話しているのかしら。私がお茶を出すと義母は夫に、亮太、子供はまだなの？あなたたち結婚してからもうだいぶ経つでしょう。早く孫の顔が見たいわ。母さん、その話はちょっと。そう、私たちは妊活をしているにもかかわらず、もう1年も授からなかったのです。これは夫と私の中で大きな問題で、何度かそのことで揉めたこともあり、亮太、いつもこんな風に子供のこと言われているのかしら。なんだか気が詰まるわね。しかし次に口を開いた夫の言葉に私は肩を落としました。母さん、そんなこと聞くなんてデリカシーなさすぎ。正直なところ、もしかしたらあゆみが不妊かもしれなくてな。そんなのすぐ検査すればわかることでしょう。あゆみさんって本当にだらしないのね。夫はいつも義母の肩を持つのです。時には私のせいにするようなことも言います。はあ、また始まった。夫はまるで幼い子供のように義母にとって理想の息子でいようとするところがありました。義母に認めてもらうことで承認欲求を満たしているといったところでしょうか。そのせいか、義母が孫のことを言い始めた頃から私への態度が変わっていきました。あゆみ、またダメだったのか？お前さ、早く検査してくれない？もしお前が不妊だったら妊活なんてしている意味ないんだしさ。夫はイラついたように貧乏ゆすりをしながら私に言います。なんか最近亮太様子が変よね。週末も友達と遊びに行くとか言って外出してばっかりだし、それになんとなく距離を感じるというか。最近の夫は何かと理由をつけて休日は外出し、帰りも遅い日が増えたのです。まさか浮気？そんな嫌な想像をかき消すように私は口を開きます。この間検査を受けてきたから数日で結果は出ると思う。それで病院の先生があなたも受けた方がいいって言っていたから、私の結果を取りに行くときに一緒に来てほしいの。すると夫は私の方を睨みつけ、俺はいいんだよ。不妊じゃないから。わからないじゃないの。どうして言い切れるのよ。あなたは検査受けたの？少しの間がありました。あまりの居心地の悪さに逃げ出したくなる私。わかってるんだよ。絶対不妊じゃないってこと。それだけ言うと夫はそそくさと寝室へ行ってしまいました。絶対ってどこからその自信が来るのよ。しかしその数日後、私はその言葉の意味を知ることに。ある日のこと、私がいつも通り掃除をしていると見慣れないスマホを発見しました。何これ、亮太の？私はじっくり眺めてみましたが、やはり夫のスマホではありません。それに夫は朝から出かけているので、スマホを忘れたなら取りに帰るでしょう。それから私は思い切って画面を開いてみることに。どういうこと？画面を開くと
いきなり見知らぬ女の腰に手を回しにこりと笑う夫の写真。画面ロックもかかっておらず簡単に中が見られたのです。このスマホ浮気用だったのね。スマホを分けたから画面ロックなんてしなくてもバレないと思ったのかしら。それにしても何この気持ちの悪いメールのやり取りは。夫はこの浮気用のスマホを使って女とメールで連絡を取っており、内容は見るに耐えないもの。さらに見ていくと衝撃の事実が。写真フォルダを確認していると、どうやら浮気相手のお腹がふっくらしているのです。まさか妊娠？だから俺は絶対不妊じゃないって言ってたってわけね。いろいろなことが私の中で一つにつながっていきます。私は急いで夫のアカウントのログイン ID やパスワードをメモし、別の端末からでも確認できるように設定。そして元あった場所に何事もなかったかのようにスマホを置きました。こんなの絶対許せない。こうして私は復讐を決意したのでした。今日はちょっと職場の仲間で図書館で勉強することになったから行ってくるね。あら、そうなの？休みの日まで勉強なんてずいぶん熱心なのね。最近勉強が楽しくてね。じゃ行ってくる。それから私は夫が外出するたびに夫のメールアカウントを確認。へえ、今日は彼女の家でゆっくり過ごすのね。それにそろそろ子供が生まれそうなのか。そもそも相手の女性は亮太が既婚者だってこと知っているのかしら。それから数日後、今日は私たちの結婚記念日で夫と一緒に過ごすことになっていました。なんかこんなの久しぶりよね。お互い2人の時間って最近取れていなかったしね。今日はおしゃれなレストランを予約したんだ。夜景が綺麗な席を取ったよ。きっとあゆみも気に入ると思う。あら、そうなの？楽しみにしているわ。この人頭おかしいんじゃないの？浮気した上に相手との子供もいるくせに、よくこんな白々しい態度で一緒に過ごせるわね。心の中で悪態をつきながら私は平静を装うことに。そして思い出の場所などを巡り、夕方になった頃、私たちはレストランへ。席に着いて料理を待っていた時のこと。あ、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。そう言うと急に夫は立ち上がり、しばらく経って帰ってきた夫はなぜかかなり焦った様子。ごめん、ちょっと急用ができちゃって。あゆみ、一人で食べて帰ってくれないか？本当に申し訳ない。ちょっと待って。そんな車もないのにどうやって帰れって言うのよ。しばらくして出てきたワインを一気飲みし、ウェイターにもう帰る旨を伝え、私はタクシーで家まで帰りました。そしてパソコンを開き、すぐに夫のメールアカウントを確認。やっぱり生まれるのね。それにしてもこんな日まで浮気用のスマホを持ち歩いているなんて、本当にクズ男の鏡だわ。私の予想通り、浮気相手の出産に立ち会うために夫は急いで病院に向かったようでした。それから夜遅くに帰ってきて謝る夫に、いいのよ、あなたにだっていろいろあるでしょうから。そう言って満面の笑みを浮かべました。夫はぎょっとした顔をしましたが、それ以上深くは考えなかったようです。それから数ヶ月が経ち、あっという間の年末。あゆみ、準備できた？母さんが早く来るようにって何度も連絡してきてる。正月には義実家で過ごすというのが毎年恒例。義母にチクチク小言を言われながら過ごす私にとっては嫌な行事の一つでした。さらに義実家の2人の義士も義母と一緒になって私のことをいびるのですから、たまったもんじゃありません。しかし今年は少し違います。おい、さっきから何してるんだよ。そろそろ出るって言ってるだろ。みんな待ってる。早くしろよ。夫は義母からの鬼伝でイライラしているようでした。待って、でも孫も連れて行かないと。まだもう少しかかりそうなの。
何言ってるんだよ。お前ついにおかしくなったのか？もういい、先に行ってるから。車もあるんだし自分で来いよ。ええ、わかったわ。しばらくして車が走り出す音がしました。さて、やっと出て行ったわね。それから数時間後、私は義実家の玄関前にいました。待ちに待ったこの瞬間、チャイムを鳴らすと出てきたのは義母。ちょっとあゆみさん、ずいぶん遅かったじゃないの。準備を手伝いたくないからってあんまりだわ。義母はドアを開けながら怒りをあらわにしていましたが、こちらを見ると目を見開きます。お母さん、遅くなってすみません。おい、あゆみ、遅いじゃないか。ちょうどいいタイミングで夫がやってきました。夫はすぐに事の重大さに気づいたようで、みるみる真っ青に。私は夫の方を見てニコリと笑いかけます。どうしてここに？後ろの方はどちら様？状況が読めず首をかしげる義母に私は言い放ちました。お孫さんですよ。お母さん、ずっと孫の顔を見たいって言っていましたもんね。だから連れてきたんです。せっかくのお正月ですし、家族みんな揃った方がいいかなと思いまして。そう、私の後ろに立っているのは夫の愛人とその隠し子。どういうことなの？はじめまして、お母さん。私がお孫さんの母親です。愛人らしいですけど。義母は混乱して放心状態。亮太、こんな大事なことをお母さんになんで黙っていたのよ。大事なお母さんなんでしょ？これは違うんだ。何が違うのよ。お母さんは数年前に亡くなったから紹介できないって言っていたじゃない。数ヶ月前のこと、私は夫のメールアカウントから相手女性と連絡を取り落ち合うことに。すべてを話すと彼女は申し訳なさそうに、そんな既婚者だったなんて。私には結婚することはできないけど、子供は一緒に育てるって言っていたんです。本当に申し訳ありません。やっぱり知らなかったんですね。それにしてもこんなの許せません。お互い被害者だと知った私たちは話し合い、一緒に義実家に乗り込むことになったのでした。そして今に至ります。亮太、これはどういうことかしら？母さん、これは間違いだよ。そうだ、人違いなんだ。俺の子じゃない。どっかから連れてきた子供だろ。こいつら揃って俺を貶めようとしているんだ。慌てて言い訳を述べる夫ですが、言っていることがちぐはぐで。いい加減にしなさい。ついに義母の強烈なビンタが飛びます。母さん。あなたって本当に最低ね。この子は私一人で育てますから、もう関わらないでください。さようなら。ちょっと待って。振り向くことなく子供を抱いて去っていく愛人。夫は崩れ落ちました。さて、もう私たちも終わりよ。離婚しましょう。後のことは弁護士を手配していますから。お母さん、お世話になりました。では私はこれで。待ってくれ、あゆみ。夫の情けない声を背に、私は堂々と義実家を後にしました。それから数週間後、夫との離婚が成立。その後、夫は義母に散々説教をされ、結局縁を切られてしまったとか。義父の浮気が原因で苦労してきたお母さんのことだから、きっと夫の行動が許せなかったのね。それにしても、夫は義母に見捨てられるなんて思っていなかっただろうから、かなりのダメージを受けたでしょうね。もちろん私は夫に多額の慰謝料を請求。浮気相手からも養育費を請求されたと聞きました。さらには勤務する保育園にも夫の不貞の噂は広がり、最終的には退職せざるを得なくなってしまったらしく、今はバイトで食いつないでいるそうです。そして私はというと、その後実家に戻り、今は穏やかに暮らしています。気になる不妊検査の結果も問題はなく、
ただタイミングが悪かっただけのようでほっとしています。でもあの時妊娠していなくてよかったかも。子供の父親が浮気するような男じゃ顔向けできないものね。私は今でも保育園に勤め、子供たちと関わる仕事ができている今の生活に満足しています。時々元夫との結婚生活を思い出すこともありますが、最近はまたそのうち素敵な人に出会えたらいいなと思えるようになり、充実した日々を送っています。